なぜ、彼を罷免してほしいと願っているかと言いますと、私も小学生の子供2人を持つ父親です。親の立場からですね、どうしても許しがたいというふうに思うのは、彼が福島県民に向かって何の問題もない、外で今まで通りに遊ばせていい、自由にさせていいと、これが絶大な影響力を持ってですね、私たちの子どもたちの被爆を増やし続けてきた。そしてそれを信じた親たちは今ようやく事実に気がついて、信じてしまった自分を本当に後悔して、子どもたちに対する本当に罪悪感を感じながら生きています。この県民の思いをご理解いただかずして、おそらくこの署名の意味合いは皆さん方にもご理解いただけないでしょう。あまりにも人間としてというのは私たちのことですけど、人間として扱われてきたのかなと、被爆を減らすために来てくれたんだと思っていた方に、被爆を増やすようなさまざまな助言、アドバイス、あるいは実質的な指示等もあろうかと思いますが、その方がですね、今度は福島県民の健康管理調査を行う検討委員やられるというんですね。私たちはモルモットなのかと、家畜なのかと、そんな思いです。はじめ何の心配もない、全く問題ないというのを3月の19日福島県に来復されてから言い続けてきました。これは地元紙の新聞、昨日の新聞です。彼は今になって逃げるにもとどまるにも一人一人の覚悟が必要だとおっしゃっています。私はこれを文字だけで読めばですね、おそらく皆さん方読んでいって、あるいはうんうんとうなずかれるようなこともあるかなと思いますが、一つ本当に代表的だと言っていい、この記事を読んでのですね、ある方の、これも書き込みなんですが、ご紹介したいと思っています。愛する息子の父さんからです。今朝の新聞で山下氏へのインタビュー記事を拝読しました。私はこのブログへ集う方々同様に、他人を非難することは嫌う人間のつもりでしたが、久々に体中に嫌悪感が走りました。おとなしい人だ、体裁を整えて話していても、その実こんな事態なんだから多少の被爆は仕方がないでしょう。被爆しても必ず病気になるわけではないのだし、じゃああなたたち一体どこに住むつもりなの？こっちが善意で気にかけてやっているのに自主避難なんて自分勝手なこと考えてさ、と山下氏から言われているように感じたのは、私の被害妄想なのか、私が冷静さを失っているのか、しばし自問自答するも
なぜか若い頃に読んだ本で知った日本を開戦から敗戦へ導いた大本営の軍人の傲慢さを思い出します。人それぞれ彼に対する意見はあるだろう。山下氏は福島県人と自分の根比べなどと何のつもりか悲劇のヒーロー気取りなのは一体どういうことだろう。ちょっと待って、悲劇はうちの子、隣の子、福島の子供たちのはず。福島の大人だって本当は悲劇だ。この人間は何者だ。おとなしい私でも今回は許さない。こんな人間に関わりたくないけど関わってしまっているので、ノー、出て行きなさいの運動に今日からもっと積極的に参加しなければ。悔しいなと、本当に本当に3分ではありますが、これが多くの福島県民の気持ちだと思います。実は彼は3月に福島に来た時には大変県民から支持されたといいますか、ありがたがられました。わけのわからない不安でいっぱい、そんな県民の中に彼の大丈夫だ、外に出なさい、何もしなくてもいい、健康影響は考えなくてもいいというのは、おそらくすがるような思いの福島県民がですね、飛びついてしまった。しかし今はすっかり様相が変わりました。講演会を市民向けにやれば厳しい質問にさらされて、もはや開くことができません。今彼が講演などをしているのは、医師や特定の人たちを対象にした公開されない講演会のみです。しかしそれらの参加者の中にもですね、疑問を持ってその内容を県民に紹介してくれる方があります。最近医師たちの前で彼が行った講演で、なぜ自分が当初100ミリシーベルトでも安全と言ったのかというのを解説されたそうです。医師たちが真っ先に逃げ出して医療崩壊が起きないようにあえてそう言ったと説明したそうです。これは幾重の意味でもバカにした話だと、福島県民を、福島県内の医師をもバカにした話だなと、改めて私は怒りがこみ上げてきました。